前回まで私たちは白亜紀の陸をめぐり、南の巨人たちと北の恐竜王国を見てきました。地上は恐竜たちで満ち溢れていました。けれど、この時代の主役は恐竜だけではありません。ふと見上げれば、空には大きな翼の主が舞い、波の下には巨大な影が潜んでいました。今回は恐竜たちの足元に広がる海と頭上の空、その支配者たちの世界へご案内します。はじめに大切なことを一つ。これからお話しする海と空の主たちは、実は恐竜ではありません。海を泳ぐ大きな爬虫類も、空を舞う翼の主も、恐竜とは別の仲間です。同じ時代を生きた遠い親戚のようなものだと思ってください。恐竜が地上を歩いていた頃、海と空ではまた別の爬虫類たちがそれぞれの王座についていたのです。まずは海の話から始めましょう。白亜紀は地球がとても暖かい時代でした。極地の氷は溶け、海の水は今よりずっと多かったと考えられています。そのため、溢れた海が大陸の低いところへ入り込み、浅くて暖かい海が内陸まで大きく広がっていました。北アメリカの真ん中さえ海が南北に貫いていたほどです。この浅い海は生き物たちで賑わっていました。小さなプランクトンからそれを食べる魚の群れ、渦巻きの殻を持つアンモナイトまで、数えきれない命が暖かい水の中で揺れていました。豊かな海には、それを狙う大きな狩人が集まってきます。こうして白亜紀の海には、頂点に立つ支配者たちが現れたのです。第4話では、この海と空の支配者たちを順番に巡ります。まずは、海の覇者、モササウルス。次に、長い首を持つ首長竜。そして、空を舞う翼の主、翼竜。さらに、海に潜る原始の鳥まで。恐竜とは一味違う、もう一つの白亜紀へ。さあ、深く青い世界へ潜っていきましょう。海の頂点に立ったのはモササウルスと呼ばれる仲間でした。驚くことに、その祖先は陸を歩いていたトカゲの仲間です。オオトカゲやヘビに近い爬虫類が少しずつ海へと生活の場を移し、やがて一生を海で過ごすようになりました。陸から海へ。生き物の歴史では、こうした大きな引っ越しが繰り返し起きているのです。海での暮らしに合わせて、モササウルスの体は大きく作り変えられていきました。4本の足は、泳ぐためのヒレへと姿を変えます。胴は細長く、しなやかに。そして尾は、水をかく力強いオールになりました。陸を歩いたトカゲの面影を残しながら、その姿はすっかり海の狩人のものへと変わっていったのです。近年の研究で、モササウルスの尾の先には、サメのような三日月型のヒレがあったと考えられるようになりました。この尾を左右に振ることで、水の中を素早く進んだのでしょう。4本のヒレは、主に方向を変えるための舵の役目です。力は尾で生み、ヒレで舵を取る。海を泳ぐのによく工夫された体でした。モササウルスの仲間には様々な大きさのものがいました。小さなものは1メートルほど、大きなものになると全長15メートルに達したと考えられています。浅い海から沖合までそれぞれの場所に合わせていろいろな種類が暮らしていました。白亜紀の海はまさに
モササウルスたちの世界だったのです。モササウルスの武器は大きく開く口と鋭い歯でした。顎には獲物を掴んで離さない円錐形の歯がずらりと並びます。さらに驚くのは、口の中の天井にも2列目の歯が生えていたことです。この歯でくわえた獲物が逃げないようにしっかりと抑え込んだと考えられています。では、モササウルスは何を食べていたのでしょう。魚はもちろん、渦巻きの殻を持つアンモナイトやウミガメ、さらには他のモササウルスまで、同じ仲間同士で争った跡が化石に残っていることもあります。アンモナイトの殻にモササウルスの歯の跡が並んで残っていた例も見つかっています。海の頂点に立つ襟好みしない大食らいでした。海で暮らすようになったモササウルスは、卵を産むために陸へ上がることもやめてしまったようです。お腹の中である程度まで育ててから子供を海の中で産んでいたと考えられています。生まれたばかりの子も初めから泳ぐことができたのでしょう。ゆりかごも海の中。モササウルスはすっかり海の生き物になりきっていたのです。モササウルスが海の主になるずっと前から、この海にはもう一つの古い一族が泳いでいました。首長竜です。長い首と4枚の大きなヒレを持つ優雅な狩人たち。彼らはジュラ紀の頃から海に暮らし、白亜紀にも変わらず栄えていました。海の世界のベテランと言える存在です。首長竜の中でも白亜紀に特に目立ったのが、首をどんどん長く伸ばした仲間でした。エラスモサウルスというその一族は、首だけで7メートルにもなります。首の骨の数は、なんと70個以上。生き物の中でも飛び抜けて多い数でした。樽のような胴から長い首がスッと伸びる。不思議で美しい姿でした。これほど長い首を首長竜は何に使ったのでしょう。よく言われるのは、魚の群れにそっと首を差し入れ、獲物に気づかれずに近づいたという説です。大きな体を離したまま、頭だけを寄せれば、群れを驚かせずに済みます。ただし、水の抵抗で首はあまり早くは動かせません。その使い方には、今も謎が残されています。首長竜の泳ぎ方も変わっていました。前後に2枚ずつ、合わせて4枚の大きなヒレを鳥が羽ばたくように上下に動かして進んだと考えられています。まるで水の中を飛ぶような泳ぎ方です。4枚のヒレを巧みに操り、広い海を悠々と旅していたのでしょう。首長竜には全く逆のタイプもいました。首を短くし、その代わりに頭を大きくした仲間です。こちらは大きな口と鋭い歯で大きな獲物に噛みつく力の狩人でした。長い首でそっと近づくものと短い首で豪快に襲うもの。同じ一族の中で暮らし方は大きく分かれていたのです。首長竜もまた子供を海で産んでいたことが分かっています。ある化石では母親のお腹の中に一頭の大きな赤ちゃんがいました。たくさんの卵ではなく、一度に一頭の子を大切に育てていたのかもしれません。もしそうなら、群れで子を守る社会性のある暮らしをしていた可能性もあります。さて、ここからは頭上の空へ目を移しましょう。白亜紀の空を支配していたのは翼竜と呼ばれる爬虫類です。翼竜もまた
恐竜ではありません。そして鳥とも別の仲間です。羽ではなく、皮でできた翼で空を舞う独特の飛び方をする生き物でした。彼らは背骨を持つ動物として初めて空へ飛び立った空の開拓者でもあったのです。翼竜の翼はとても変わった作りをしています。私たちの薬指にあたる指が一本だけ長く伸び、その指と胴の間に皮の膜が大きく張られているのです。つまり、たった一本の長い指で翼全体を支えていました。鳥の翼とも、コウモリの翼とも違う。翼竜だけの独自の翼だったのです。翼竜はジュラ紀の頃から空にいましたが、白亜紀に入るとその姿は一層多彩になりました。頭に大きなトサカを飾るもの、細い歯を櫛のように並べて水をこすもの、そしてこれまでの空の常識を覆す途方もない大きさへと育つものまで現れたのです。その巨大な翼竜の代表がケツァルコートルスです。翼を広げた幅は10メートルを超えたと考えられています。小型の飛行機ほどの大きさです。地上に降りて4本足で立つと、その背丈はなんとキリンほど。空を飛んだ生き物として史上最大級の存在でした。翼を広げればバスが丸ごと入ってしまうほどの幅。それだけ大きな体が本当に空を飛べたのかと思うかもしれません。けれど、翼竜の体には飛ぶための見事な工夫がいくつも備わっていました。その秘密は彼らの骨にありました。翼竜の骨は中がうつろな空洞になっていました。鳥の骨と同じく軽くて丈夫な作りです。太い骨の内側には細い筋が突っ張りのように走り、少ない材料で強さを保っていました。体は見た目よりずっと軽かったのです。大きくても軽い。これが巨大な翼竜が空へ舞い上がれた大きな理由でした。多くの翼竜は頭に大きなトサカを持っていました。このトサカが何のためにあったのかははっきりとは分かっていません。仲間へのアピールや飛ぶ時の舵の役目など、いくつかの説が考えられています。色鮮やかに目立つトサカは空の上での名札のようなものだったのかもしれません。これほど大きな翼竜がどうやって飛び立ったのか。近頃有力なのは4本の足で地面を思い切り押し、勢いよく飛び上がったという説です。前足の強い力で一気に空へ飛び上がってしまえば、あとは大きな翼で風に乗って悠々と滑空していたと考えられています。意外に思うかもしれませんが、翼竜は地上でも器用に動けました。翼を畳むと、その長い指の関節が足のようになり、4本足でしっかりと歩けたのです。足跡の化石から翼竜が地面を歩き回っていたことも分かっています。空だけでなく、地上でも活動する。翼竜は思いのほか働き者だったようです。翼竜が何を食べていたかは種類によって様々でした。水面すれすれを飛びながら魚をすくうもの、貝をすりつぶすもの、そして巨大なケツァルコートルスはコウノトリのように地上を歩き回り、小さな恐竜や生き物をついばんでいたという説が有力になっています。空の王者は案外地上の狩人でもあったのです。長い間、翼竜は鱗に覆われた爬虫類らしい姿だと思われてきました。ところが化石を詳しく調べると、その体は
細い毛のようなもので覆われていたことが分かってきました。この毛は体温を保つのに役立ったと考えられています。つまり翼竜は活発に動く暖かい体の持ち主だったのかもしれません。毛に覆われ軽い骨を持ち、大きな翼で空を行く翼竜は1億年以上もの間、空の王座を守り続けました。白亜紀の空には小さなものからあの巨大なものまで様々な翼竜が舞っていたのです。地上に恐竜、海にモササウルス、そして空に翼竜。それぞれの世界にそれぞれの王がいました。空の話が出たところで、もう一つこの時代の空をめぐる物語をご紹介しましょう。鳥たちのことです。白亜紀には羽を持つ鳥もすでに数多く空を飛んでいました。そしてその中には空を諦め海へと生活の場を移した変わり者もいたのです。その代表がヘスペロルニスです。全長1メートルを超える大きな潜水する鳥でした。驚くことにそのくちばしにはまだ細かい歯が並んでいました。今の鳥には歯がありませんが、この時代の鳥は祖先の名残である歯をまだ残していたのです。ヘスペロルニスの翼は小さく退化していて、空を飛ぶことはできませんでした。その代わり、体の後ろについた大きな水かきの足で水中を巧みに泳ぎ回ります。まるで今のペンギンやカイツブリのような暮らしぶりです。海に潜って魚を捕らえる。鳥もまた白亜紀の海へとその活躍の場を広げていたのです。もちろん普通に空を飛ぶ鳥たちも数多くいました。白亜紀の鳥は大きさも暮らしぶりも様々で、すでに今の鳥に近い仲間も現れていました。翼竜が治める空の片隅で小さな鳥たちは着実にその数を増やしていました。このことが後に大きな意味を持つことになります。ここで第4話を振り返ってみましょう。白亜紀の暖かく広い海には、トカゲから海へ戻ったモササウルスと長い首の首長竜が君臨していました。頭上の空にはキリンほどもある巨大な翼竜が舞い、海には歯を持つ潜水する鳥までいました。陸だけでなく、海も空も生き物たちで満ち溢れていたのです。三畳紀に小さく始まった命の物語は、この白亜紀で一つの頂点を迎えていました。陸には恐竜、海にはモササウルスと首長竜、空には翼竜と鳥、地上、水中、大空。地球のあらゆる場所がかつてないほど多くの命で賑わっていたのです。それは生命が織りなす見事な全盛の時代でした。けれど、この輝かしい繁栄は永遠には続きませんでした。誰一人知る由もなく、遥か宇宙の彼方からある小さな点が地球へと近づいていたのです。それはこの満ち溢れた世界のすべてを一日で塗り替えてしまうほどの途方もない運命でした。陸に、海に、空に、あらゆる場所を恐竜とその隣人たちが満たしていた白亜紀。その繁栄の頂点で物語は最後の一日を迎えます。次回はいよいよシリーズの完結編。世界が終わったあの日のお話です。恐竜たちの時代はどのようにして幕を閉じたのでしょうか。海と空の支配者たち、モササウルス、首長竜、
そして、翼竜。恐竜とはまた別の、もう一つの白亜紀の世界を、ご一緒に巡ってきました。次はいよいよ、その終わりの物語です。またお会いできたら、嬉しいです。ここまでのお付き合い、どうもありがとうございました。